皆さん、こんにちは。国と国とのコミュニケーションは外交の原点です。この点では、コミュニケーションを取る外交官が特に重要である。古代の中国で戦争が多く、特に外交が重要視されました。今日は、中国史上最も偉大な外交官を3人や、彼らの貢献度について紹介していきたいと思います。第1位、長剣です。長剣は漢の時代の先駆的な冒険の精神のある外交官です。漢の部隊に命令により、100人以上を率いて西域に渡り、漢から西域への南北路、通称シルクロードを切り開いた。このように、長剣は世界に目を向けた最初の中国人と言われています。漢王朝が文系の地によって休養、復興した後、国の財政力のピークに達した。部では衛星と核強兵を京都征伐に送り出し、他方で長剣は西域に施設を発見した。彼は西域を漢の支配下に置くため、大月氏と団結して京都を攻撃し、その勢力を読めようと考えていた。紀元前139年、大月氏と連合して京都と戦うことが目的であったため、初めて長剣の西域使節団が発見され、大変な苦労があったようでした。2回目の西域への使節団は紀元前119年に行われ、目的はウソンを説得し、漢王朝に加えて京都と戦うようする。意図した目的は達成されなかったが、長剣は漢と西域諸国との経済や文化の交流と友好を深めるという大きな使命を果たした。後の前漢政府が西域都合を設置するための基礎ができたのである。長剣の2度の西域使節団はアジアの主要な内陸交通路を開拓した。中原と西域諸国とのつながりが開かれたのである。東方と西域の経済、文化交流を促進させた。これにより、有名なシルクロードが開かれたのである。長剣は中原文明を西域に広め、また、西域諸国の柑橘葉、ぶどう、アルファルファ、ザクロ、ゴマなどを中原に導入し、東西文明の交流を促進させた。しかし、長剣の西域の旅は決してスムーズではなかった。彼はまず京都に10年間拘束され、この間、彼は常に教養と誘惑にさらされた。京都は長剣に京都の妻を与えたほどだ。長剣は当日、彼は端的や陶酔することはなかった。それどころか、ますます決意を固め、ついに西域諸国を訪問するようになった。彼は節操を持つ、国益を守ることができたのです。第2位は、王元作。王元作は、正没年不詳、洛陽の出身です。唐の時代の官僚、外交官で、何度もインドに外交使節として赴いた。
いつも一人で一国を滅ぼした史上最強の外交官と言われていますが、本当かどうか見てみましょう。647年、王元作は唐の大宗皇帝の命令により、二度目の天竺行きを果たした。その頃、天竺の多く諸国を治めていたハルシャ王が病気で亡くなりました。その困難に乗じて、ティラブクティ国の王、アラナ州が王位を簒奪したのである。彼は残酷な宗教的迫害を行って、唐の使節団も彼らに待ち伏せされた。唐の使節、王元作は実直を晴らすことを違い、ネバールとトバンから8000の兵を借り、ティラブクティの王、アラナ州と戦い、最終的に3000のインド軍を殺した。1万人以上のインド軍が水に落ちて溺れ、1万1000人が捕虜となり、アラナ州は中インドに逃げ帰った。王元作はこの勝利を利用し、中インドを殲滅した。東インドがアラナ州を助けようにすると、さらに王元作は東インドをも滅ぼす準備していた。東インド王は怯えきって、万匹の牛馬、剣や弓、数々の宝物を唐の皇帝に送り謝罪し、大東帝国への北上を表明したのです。王元作はその戦いをやめ、唐に帰国した。王元作は軍を率いて、中インドを滅ぼすかどうか、インドも当時とその後で長い間分裂したままであり、トバンを抑えることができなかったはずだ。だから王元作が一国を滅ぼしたとは言えない。しかし、王元作がほぼ一人でネパールの王と交渉し、軍隊を勝つことに成功したのは、王元作の外交手腕が優れていたことを示していますね。残念ながら、このような歴史に多大な貢献をした人物は、子役人であったため、正史に記録されることはなかった。王元作は使者として何回もインドに渡った。当時のトランスポーテーションや道路事情を考えると容易なことではありませんでした。先に詳しく紹介した軍を貸して国を滅ぼすという英雄的な行為の他に、後世に大きな影響を与えた3つの大きな貢献があった。第一に、それはチベットからインドに至る南シルクロードの重要な支線が開かれたことである。それ以前は、インドへのアクセスはウイグルのシルクロードを経由するのが一般的だった。それは600年前、朝廷によって開かれたことである。魏晋南北時代の保険も、東大初期の現状も、この道を歩んでいた。王元作とその以降は、歴史上、初回に長安から出発、西海、チベット、ネパールを経て、インドに至る人だった。その後、多くの求道者が、この道を沿って、西域に向かい、製紙やワイン醸造やクワゴの技術もこのルートでチベットやインドに伝わった。第二に、天竺の製糖技術は唐に持ち込む。砂糖が今の時代に毎日よく食べられるものですが、漢や唐の時代に
贅沢品として扱われていた。明熱王はサトウキビ製品を劉邦への宝物として献上したことがある。唐の時代、人々はすでに砂糖の作り方を学んでいましたが、その製法は時代遅れでした。王元作はインドとの戦いの間、そこで先進性のある製糖技術を発見し、勝利後に天竺から製糖職人団を連れ帰った。第三に、彼が道中で見聞きしたこと、考えたことを記録し、中天竺国講義という書物に編集した。内容は当時天竺の風習や政治体制、宗教的な話などが詳しく書かれている。現状の大東西域記に匹敵するこの本がどこに紛失ついたのかわからない。残念なことである。第3位、定和。定和は明代の漢眼で、本姓は馬、名は和、幼名は三宝、中国では三宝大観の通称で知られる。明時代の航海者、武将、外交官。1381年、甲午13年の冬、明軍は雲南を攻撃した。その時、馬はわずか10歳で、明軍の副司令官である蘭玉に捕らえ、南京に連れていた。宦官として挙征された後、主帝の炎王府に送られた。炎王である主帝は、馬はが聡明で賢いと思いますから、彼を自分の元に置き、腹心の部下とした。馬はそのたくましい体格と知識、欠点が効くから、炎王主帝から与えられた様々な仕事をこなすことができた。主帝から評価は高く重視した。特に主帝が皇位即位の際に起こした西南の変の平定に力を尽くし、大きく公言した。彼の評価はさらに高まった。永楽2年、1404年正月1日、主帝が功労のある官吏に恩賞を示し、自分の姓を馬和に与えた。馬和は帝という姓を与えられ、以降、定和と改名した。同時に、内官官大官に昇進され、三宝大官と呼ばれる。これは、定和の名前の由来です。そのため、定和は正式に生態を聞いて、7回の西洋下りを行った。1405年7月11日、永楽帝主帝は34歳の定和が正士としてと腹心の王稽古に命じて兵士27,800人と船62隻を西洋に発見させた。先代は蘇州の劉家家から福建に渡り、福建の五湖門から戦場、現在のベトナム中南部に向かった。そして、ジャワ島に向かって南下していた。1406年6月30日、ジャワ島のスマーランに上陸し、貿易を行った。これが第一次西洋下りです。1405年から1433年にかけて、定和は7回の西洋下りを行った。
テイワはすべての旅において、海外貿易を行うだけでなく、中国の先進的な文化を広めていた。当時、東南アジア、南アジア、アフリカの一部の国や地域は、社会の発展が遅れており、中華文明に憧れていた。主では、テイワの7回の西洋下りにより、海外諸国に宣伝や教化、礼儀を教え、風習を変えるという使命を持って発見した。テイワの西洋下りは、36カ都市と国の旅によって、明王朝の意志の絶対的に示すものであった。また、航海の途中、海賊の人葬儀を生け捕りにし、スマトラ島の反乱軍を破り、各国に証明の銀印を送った。明の影響力は大きく高まった。テイワの7回の西洋下りは、シルクロードの海図以上に大きな意味を持つものであった。テイワは中国文化を説き、行く先々で記念碑を建てた。そしてこのルートで、キリスト教などの西洋文化が中国に伝わってきた。孔子は論語の中で外交官を司法に支出し、欧米を侮る流れと定義している。外交は国と国との間に書くことのできないものです。この3人は外交官としての役割を見事に果たしていた。最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。